ウクライナが主導権を握りつつあります。たとえ大国が相手であったとしても、小国が必ず負けるというわけではありません。これは歴史の事実として、大国アメリカを打ち負かしたベトナムや、ソ連を打ち負かしたアフガニスタンという例などもあります。国力比で言えば、ウクライナ1に対してロシアは10倍。しかし、それでもなお、ウクライナは粘り強く戦い、状況を改善しつつあります。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。非常に長い目で見た場合における戦局の転換点がいよいよやってきたようです。今回は、ウクライナが粘り強く戦いつつ、内部における改善を行うことによって、全体の主導権を握りつつあることについて解説を行っていこうと思います。状況の変化について、大きな枠組みで語るポイントは3つ用意しました。それが、軍事技術からは空の戦いと地上戦の2つ、そしてロシアの国際的な影響力について見ておきます。まず最初に、ロシアによるウクライナ侵略によって最も注目された軍事技術は何といってもドローンです。このドローンという言葉についても、2022年から比べると現在ははるかに様々な技術的な進化がありました。また、派生バージョンもたくさん出ています。当初は最前線における爆弾の投下のようなもので使われることが多かったのですが、現在ではそれだけではなく、非常に長距離の攻撃もできるようになっていますし、また、海における戦いでも使われるようになりました。さらには地上戦を行うためのドローンの開発なども盛んに行われています。これはウクライナだけではなくロシアにおいても同じことです。双方ともにドローンを非常にたくさん使っています。例えばロシアが安い価格で長距離の攻撃を行うために使っているシャヘドは、もともとはイラン製ですが、その後、ロシア国内に大きな工場を建てて量産し、ウクライナ全土に対する攻撃を今もなお継続的に行っています。しかしこうした攻撃が日常化する中で発達したウクライナの防御戦術は、西側陣営の中で最も高度な発達を遂げました。現在迎撃率は 90% 程度になっています。攻撃する側にしてみれば、10機飛ばして9機が撃墜されるわけですから、攻撃の成果としてはどうしても低くなります。しかもロシア側はそうした攻撃を行うときに、ウクライナの民間住宅なども積極的に襲うことから、ウクライナという国家そのものを揺るがすような攻撃はなかなかできていません。一方で地上戦闘においてもロシア軍の侵略能力は明らかに減退しています。戦争研究所の報告によると、ロシア軍の春の攻勢は失敗に終わりました。具体的には、ロシア軍は占領地を拡大することができなかったのです。継続的に毎日のように襲撃を繰り返しつつも、この春におけるロシア軍の占領地は増やすどころかむしろ減少しました。ウクライナ軍の反撃が各地で行われ、少しずつ様々なところで領地を奪還したのです。従来ロシア軍は大きな犠牲を払いつつも、それでも前に進んで占領地を拡大してきました。この状況そのものが反転したわけです。さらに、ウクライナ軍の反撃能力も確実に上昇しています。最長距離では 1800km、もしくは 1900km 先の攻撃に成功したという報告も入っています。ただ、現在のところ平均的な攻撃レベルとしては、国境から 1500km 以内の範囲内であれば、かなり正確な攻撃ができるようです。そして、こうした攻撃を支えているのが、ウクライナの軍需産業の発達だけではなく、それを支える国々の動きもあります。従来は防衛産業という意味での迎撃ミサイルや迎撃ドローンの開発などに、ヨーロッパの国々も参画しました。これに加えて最近ではドイツの協力がより目立つようになってきました。ドイツの場合だと再軍備計画を発表してから非常に多額の国家予算をかけて、ドイツ軍自身の再建も図りますし、ウクライナとの協力関係もより強化しています。その中で出てきたのがドローンの共同開発や共同生産です。ドイツ自身もドローン技術は欲しいところですが、単純に何の支援もせずにそうした技術や運用術を学ぶことはできません。ですから、より一体化することによって、実際の製造ノウハウや運用術などについてウクライナ側からの実利を得ようとしているわけです。ウクライナ側にしてみれば、自分たちが血を流して得た様々な技術や運用術などを提供するからにはそれなりの見返りを求めていて、その見返りを実際に出すというのがドイツ側の支援というわけです。ですからどちらについても
求めているものを相手方に与えているわけで、決して不公平な関係ではありません。2026年に入ってからのウクライナ側の反撃、様々なところに攻撃が行われ、現在推定値の被害としては約1兆円を突破しています。これらの攻撃の中には、施設に重大な損害を与えることによって、長期間の施設運営などが停止する例なども含まれており、この被害額についてはこれからも上昇するでしょう。一方で、ウクライナの攻撃が様々なところに行われるのに対して、集中的に防御を固めていたのが、ロシアの首都モスクワです。モスクワ周辺には様々な地対空兵器が密集配備されており、激しい戦闘が繰り広げられているウクライナよりも、モスクワの方がはるかに濃密な防空体制が整備されています。ただし、高性能な防空ミサイルを大量に配備することによって、経済的に成り立つ持続的な警戒も維持できるかというとそういうわけではありません。これは、ロシアとウクライナの関係だけではなく全般的な話として攻撃するのと守る側での費用対効果は圧倒的に攻撃側の方が有利になる問題があります。例えばウクライナからロシアに対する攻撃を行う時の長距離ドローンの価格は500万円からだいたい1000万円程度の兵器が生産され使用されています。一方で対空ミサイルの方は大型のドローンよりもはるかに高額で金額面ではおよそ10倍に達すると見られています。しかも厳重な防空体制を敷いた場合においては、1発だけではなく、外れた場合も備えて2発のミサイルを使用することもあります。そして、金額面だけではなく、映像にかかる時間や部品の調達においても、両者には大きな違いがあります。大型のドローンの場合だとある程度の汎用品を組み合わせることによって製造することが多いです。一方において、精密部品が集められた対空ミサイルの方は必要な部品類などもどうしても高額になる上に量産があまり効きません。ですから価格はどうしても高くなるし、製造するためのハードルもより高くなります。そしてここにもう一つの問題が発生します。守っていれば多くの対空ミサイルを使うわけですからそれを補充していかなければなりません。ところが今のロシアは西側からの制裁がかかっていることによって高度な部品をどんどんと輸入するといったことが難しい状況です。それでいて国産品の製造能力はどうしても足りないことから、防空ミサイルが足りなくなってきたというようなことが現在では報告されつつあります。ただしこれは最高性能の近年作られたミサイルが足りないという話で、まだまだ古いミサイルはあるとされています。ソ連時代に作られたものについては、まだまだ倉庫から引っ張り出すことができると言われています。ただしこれらのミサイル、性能面においてはどうしても劣るものです。そのためにドローンを撃ち落とすために撃ち放ったものが住宅街に突入して住人を殺傷するといった事故なども発生しています。また、もともとは地対空ミサイルではなかったものについての転用なども進められています。例えば軍艦に搭載するためのミサイルを地上配備に回したり、本来であれば戦闘機に搭載するようなミサイルをいかにして地上兵器に転用するかといった改造なども行われています。さらには、そうした改造がなかなかできないような専用ミサイルを必要としている対空兵器の場合だと、運搬車両はあるんだけれども、搭載するミサイルが足りなくなったという機種などもすでに出ていると報告されています。ですから、ウクライナ軍が長距離ドローンをどんどんと作って攻撃をすることによって、ロシア側の対空ミサイルが足りなくなるという状況にさらに拍車がかかるわけです。さらにウクライナが軍需工場などに対する攻撃を徹底的に行うことによって、必要とされるミサイル類の生産にも支障が出ていると言われています。春に行われたウクライナ軍の遠距離攻撃の中には、ジャイロスコープのような精密部品を作っていた工場なども大打撃を受けたというような報告も入っていますから、必要とされるミサイル類の精度などにもかなりの支障が出ている可能性があります。そして、ロシア側の被害の見積もりについてかなり注目すべきニュースが入っています。ロシア側の推定の死傷者数の総計としては、140万人近くに達しているとしています。この数値については様々な研究機関が発表しているものがあり、必ずしもこの数値が正しいというわけではありません。低いところでも120万人程度、今回の国際戦略研究所の場合だと140万人程度と、ちょっとブレがあるわけです。ただしここで注目すべきなのはその総数よりもむしろ亡くなった人の数と負傷している人の数、この割合です。
現在の戦場における最も注目すべき数値は、亡くなった人の数が2に対して負傷者が1。これがロシア軍側の被害だというのです。通常であれば、どんなに激しい戦闘であったとしても、亡くなった人の数よりも負傷している人の数の方が多くなるのが普通です。前線地域においては野戦病院などもあって、負傷はしたんだけれども、生き延びる人の方が絶対的に数が多くなるのです。ところが、ロシアにおいてはそれが逆転しています。その最大の要因として考えられているのが、ドローンによる攻撃力の増大です。亡くなった人の 80% はドローンの攻撃だと言われているぐらいです。従来であれば砲撃戦などを主体とするドローン以外の要因が多かったわけですが、今では砲撃戦は確かに必要ではあるけれども、一人一人の兵士の死因だけを見ると、ドローンによる攻撃が最も命を奪っているというわけです。塹壕に身を潜めていれば、砲撃は何とかかわすことができたとしても、ドローンによる直接攻撃はどうしても避けられないというわけです。そして、ロシア軍の死者の割合がどんどんと高くなってしまった理由というのは、こうした塹壕戦だけの話だけではなく、攻撃を継続的に行っていることにも要因があります。そして、戦術面においても大きな変化が起こっています。以前からロシア軍が人海戦術を用いて、多くの歩兵を投入しているという話は皆さんに解説してきました。現在ではよりそれが細分化されています。装甲車に乗ってある程度分乗して前線地域において歩兵が散開して攻撃に出てくる、もしくは馬薬兵などのように機動力を持って攻撃する。こうした手法といったものは以前から行われていました。しかし今ではより小さな歩兵部隊で攻撃が幅広く行われています。最小単位としては5人から6人という、もはや部隊全体としての行動というよりも、本当に数人ずつのバラバラの部隊が時間差をつけながら24時間攻撃を続けるというようなスタイルになっています。どこかですり抜ければそれでウクライナ軍の陣地にたどり着けるというわけです。こうした攻撃というのは確かにどこから前線をすり抜けてくるかわからないという意味で、浸透戦術としてはロシア軍の常套手段になりつつあります。しかしその結果として発生しているのが、浸透した先の場所を長く保持することができなくなりつつあるという問題です。そのために以前と今と大きく変わったのが、ロシア軍が占領したと主張する場所において国旗を振るというような動画が以前からありました。こうした動画撮影をする時の意味というものが変わってきました。以前であればロシア軍の大部隊がある程度戦場を制圧した上で、建物の上でロシアの国旗を振るというような動画が出ていたのですが、今では戦場の真っ只中でロシアの旗を振って、すぐにウクライナ軍の攻撃を受けてその部隊が全滅するといったことなども起きています。従来のような本当に占領したぞ、ここは我々のものだとロシアが主張するようなタイプとは異なりつつあるのです。そしてロシア軍の行動もより戦争犯罪を露骨にするようになっています。その一つとして報告されているのが、国際赤十字を思わせるような格好で戦場を徘徊するロシア兵が増えたというのです。医療関係者に対して積極的に攻撃するのは基本的には戦争犯罪です。しかし、そうしたルールといったものを逆に利用してウクライナ軍の目を騙そうとするわけです。一方で民間人避難などを助けている赤十字の施設やもしくは車両などに対してもロシア軍は積極的に攻撃することで知られており、自分たちは身分を偽装して攻撃するなと言いつつも、自分自身は攻撃するわけですから、これもまたたまったものではありません。しかし全体として見た場合においては、侵略がうまくいっていないわけですから、そのジレンマや問題点などはロシア軍内部においても大きなストレスを抱えることとなっています。しかしそれを口にすることは命を失う理由ともなります。基本的にロシア側の軍事ブロガーらはウクライナの侵略に対しては賛同しているわけですが、一旦その批判の矛先がロシア軍全体に対するものであったり、もしくはプーチン政権の軍事侵略そのものに対する不満などを述べると、途端にロシア当局の態度が変わります。つい最近でもロシアの軍事ブロガー2名についての取り扱いが変わりました。一人はプーチン大統領の戦争指導が非常に下手であるといった話などをしたことから骨折治療であるにもかかわらず突撃部隊に編入され消息不明になった人物がいます。この人物についてはすでに亡くなったと見られており、
復帰することはないでしょう。もう一人の人物については、ロシア軍部隊の装備の質の悪さといったものを批判したことから、ロシア軍全体をけなした、誹謗中傷した、軍の威信を傷つけたとして、牢屋に引っ張られていきました。この後彼は、軍の突撃部隊に志願しなければ、長期間にわたって刑務所から出ることはできないでしょう。ただし、そうやって突撃部隊に志願した場合においては、確実に死が待っています。そして、戦争の長期化に伴って、ヨーロッパからウクライナへの支援が途絶えるのではないかと、ロシア側は期待していたと見られていますが、その状況が変わりつつあります。それが、ハンガリーというロシアの友好国が失われたことです。ハンガリーのオルバン首相は EU 加盟国にあって、ウクライナに対する支援を徹底的に反対していた人物です。しかし、ハンガリー国内の選挙において敗北し、今は権力の座から降りました。ハンガリー国内においては、彼と彼の仲間たちの不正蓄財についての問題が非常に問題視されており、オルバン元首相が政治的に復活することはちょっとないでしょう。これに伴って明確にウクライナ支援に反対していた国が今のところはない状態となりました。そしてもう一つ、時間の経過に伴って周辺国の離脱といったものが明確化しています。それがアルメニアです。従来は軍事同盟もあったぐらいの関係だったわけですが、現在ではその関係は冷え込んでいます。そしてアルメニアは EU 加盟を目指すという方針を示しました。これはプーチン大統領が常々言っている EU もしくは NATO の加盟国がどんどんと東に伸びてくることは、ロシアの絶対防衛権を脅かす行為だ。まさに侵略行為そのものだというような話をしているのに対して、アルメニアが抵触する行動を取りつつあるわけです。ちなみにウクライナが NATO や EU への加盟を目指しているという点についても、ロシアはこれに徹底的に反対しています。アルメニアの EU 加盟を目指した動きに関しては、フランスのマクロン大統領が大歓迎であるといったような声明を出すなどしています。一方、プーチン大統領は、そうした行為はロシアに対する敵対行為でありとして、何らかの行動も辞さないと発言はしています。ただし、現在のウクライナ情勢を考えれば、ロシアが軍事力を持ってアルメニアに対して何らかの行動を取ることはできないだろうと考えられています。アルメニアは小国で実際には大軍勢を差し向けられた場合においては制圧されてしまう危険性もあるわけですが、ウクライナとの戦闘が長期化している間においては、そのような最悪の事態は発生しないだろうとも見られているのです。国力だけで言えば、ウクライナとロシアとの間には大きな格差があります。だからといってそうした国力差イコール必ず大国が勝利するかといえばそういったわけではありません。動画冒頭でも述べたように、例えばベトナム戦争においては圧倒的な超大国であるアメリカがベトナムに敗れたように、最終的に国力差が戦争の勝敗にイコールとしてつながらないという例もあります。同じような話で、ソ連とアフガニスタンの間にも、まさに超大国と小国という激しい国力差があったとしても、それでもなおソ連は撤退しました。少なくとも現在のウクライナ情勢から考えれば、国力差を埋めるだけの技術発展がウクライナ側にあり、そしてウクライナを支えようとするヨーロッパの支援といったものを継続しています。決して一気に盤面が切り替わって、次から次とウクライナが領土を奪還できるというわけではありません。なぜならば、これまでロシアが攻撃してきたものを迎撃するという基本姿勢だったウクライナが、もしも積極的な領土奪還に動いた時には今度は守るロシア側に対して攻めるウクライナ側になります。こうした場合においては、守っている側の方がより被害が少なく、より大きな打撃を攻撃側に与えるようになります。ですから必ず攻守が逆転した時には、またそれはそれでウクライナ側に厳しい状況も生まれてくるわけです。それぞれの国の地形状況やその国における特殊な事情、さらにはその当時の国際環境など様々なものが絡み合うことは事実ですが、それで言えば今のウクライナもまた様々な条件を満たしつつあり、戦争の趨勢が変わりつつあることは事実でしょう。この後、攻守が交代するようになったら、その時はまたロシア側の守りを崩すための攻撃側のウクライナのジレンマといったものも発生するようになります。ですから、急激にあっという間に領土を取り戻すといったこともまた難しいわけですが、しかし、少なくともこれまでのようにひたすら守りを固めるだけというような状況からは変化が現れているわけなので、
ロシア側のプロパガンダのような、とにかくロシアが勝ちまくっているみたいな話は全くの嘘だということはぜひともご理解ください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントの書き込みをぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。